松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、スノーフェスティバルというデンドロビウムが咲き始めそうなんですよ。でこれは、3年前ぐらいに苗を導入して、やっと花が咲き始めたというところですね。去年ぐらいから咲き始めてですね、結構株ができてこないと花が咲かないっていう感じじゃないかなと思うんですよね。でこのスノーフェスティバルもなかなか苗として流通していないんですよね。である業者の方からこう勧められて、こう購入して育ててみているんですけど、最初小さかったんですけどね。でやっと3年目、4年目ぐらいになるかな、それで咲き始めたというところですね。で花自体は結構、大輪系で綺麗です。去年も咲いたんですけども、結構花持ちも良くてですね、すごく綺麗でした。多分映像が出てくると思うんですよね。それを見ていただければすごく綺麗な花ですんで、ぜひ、挑戦してもらいたいと思います。うちのですね、最低温度が5度のハウスで十分育っています。咲いてからもですね、結構長く咲きますんで楽しめるかなと思います。で花がない時も、葉っぱも綺麗ですんで、十分観葉植物としても夏場は見られるんじゃないかと思います。はい、下からどんどんまたバルブも出てきますんで、この株はですね、結構今2本出して2本ともこう花が揃ってるんですけども、なかなかもう大きくならないと花がつかないという性質みたいなんですけども、これを2株とも2つのバルブとも花が咲いていますね。はい、こういったやつをですね、今日は6品紹介したいと思います。はい、花がやっと上がってきましたんで、これもですね、もうつぼみがちょっと大きくなったんで、できればこう今の状態で、早めにこうご購入のほどを検討していただくとですね、輸送傷みがしないのかなと思っております。はい、これはですね、2つのバルブに花が4輪、こっちも4輪ついておりますので、時間差で咲いてくれるんで結構長く楽しめるかなと思います。この株が一番いい株になりますので、はい、培養土はですね、水苔よりはベラボンの方がいいかなと思いますね。はい、ベラボン単体で十分育ってくれますね。これも11月には乾かしたんですけれども、それ以降は乾いたら水をあげるパターンにしています。はい、最低はですね、本当は5度以上あった方がいいと思います。そういうところで環境で育ててあげればいいかなと思います。夏場は寒冷紗 50%、夏場も 50% の寒冷紗で育てております。はい、特に梅雨明けの直射日光は嫌いますんで、そこには梅雨明け、特に雨でですね、曇りの日が続いていきなりガーンと晴れると葉がすぐ焼けてしまう場合がありますので、そこには気をつけてください。乾いたら水やるというパターンで4月に肥料をやるということですね。はい、それでうまく育ってくれると思います。スノーフェスティバル1番、花が9輪ついています。スノーフェスティバル2番、花の輪数が1、2、3、5輪ですね。スノーフェスティバル3番、花が3輪です。はい、スノーフェスティバル4番、2輪です。スノーフェスティバル5番、3輪ですね。スノーフェスティバル6番、花の数が3輪ですね。ちょっとつぼみ硬いです。3輪ついています。松田さん、はい、お便りを紹介します。はい、これお名前紹介していいかな。千葉県の篠田さん。はいはい、この方はよくお便りをくださる方なんですよね。ありがとうございます。これ封書だけなんです。封書でいい。全文は紹介できないので、松田さんのところだけちょっとお読みします。こんにちは。2月に入りペラルディにも少しですがつぼみがついてきました。はい、1年目は松浦さんの育てた花なので、たくさんまるで藤の花のように咲いてくれました。そうですか。ありがとうございます。また高芽もできて、それを板付けにしました。試行錯誤しながら YouTube を見ながら水やりとかしていました。はい、一番心配だったのが水を切るという作業でした。はい、
1ヶ月水切りをしてとても心配でしたが、それがつぼみをつけてくれて本当に心から嬉しく思っています。よかったですね。はい。私は YouTube を見ながらランを育てていて、まだ3年ですが家には約90鉢くらいあります。そうたくさんですね。もう90といえばもう一部屋を回るんじゃないですか。花芽のついているランも40鉢くらいあり、水やりに本当に2時間くらいかかります。私の今の楽しみは花たちに囲まれて育てて、それが花たちがいろいろな形で花を咲かせていることです。っていうような内容をいただきました。すごいですね。ひな飾りのところに胡蝶蘭ですね。いや部屋もきれいにされていて、窓越しに胡蝶蘭がありますね。きれいに咲いてますね。いやこれ完璧に咲いてますね、胡蝶蘭が。これ今の時期かな。いやきれいにされてますね。いやピラルディもちゃんと板付けできれいに育っているみたいですね。これに花芽がいっぱいついたということで、これは努力の甲斐がありましたですね。板付けきれいにできてますね。いや結構花芽が大きくなってますね。大きいでしょ。ですよね。結構でどうせこの葉っぱはふるいますからね。ふるった後に芽がどんどん膨らんでいくから、楽しみがいいんじゃないでしょうか。いや窓辺にいっぱいありますね。いやこれ多分管理にしか分かりますわ。でも一つ一つきれいに育っているんで、苦労の甲斐が多分あると思いますんで、これからも続けてください。多分ですね、植物が成長する過程を見ることによって、心がなんか落ち着いてくるというか、そういう効果も多分あると思うんですよね。それで、綺麗なものを見て楽しむと、人生楽しむということですごくいいんじゃないかと思うんですよね。自分の好きなことで楽しみが増えてですね、ぜひこれからも続けてください。私もですね、ぜひまた次欲しがるような綺麗なやつを作品を作って、紹介していきたいと思いますので、またクルカル村のチャンネル見ていただいてですね、癒し工房苔玉の進化をまたちょっと体験してもらうといいかなと思っております。これからも応援よろしくお願いします。どうも、手紙までいただいてありがとうございます。いやちゃんと管理されてるんですね。もうすぐ反響あるんですね。そうですね。責任重大ですよ、松原さん。篠田さんからですね、お手紙と写真をいただきました。で、買っていただいたペラルディのやつがですね、板付けにされてきれいに育っております。で、水を切ることによって花がついたと言っておられますけれども、うちのより花芽の大きさが大きいですね。部屋の中の環境は多分いいと思うんですよね。と水もしっかり切っていただいて、花芽もしっかりできたということと、本当に温度管理もできているのかなと思うんですよね。うちのより調子が良かったです。これからですね、この花芽がどんどん大きくなっていくのが本当に楽しみなんで、ぜひこれを体験していただいてですね、で一回成功例ができると、次からやりやすくなりますんで、またこれを繰り返していただいて、で高芽もですね、板付けとかバルブ付けとかしてしっかり育ってきますんで、やっぱりきれいになるにはやっぱり 2,3 年かかりますんで、時間をかけてですね、自分の好みのタイプの仕上がり具合を目指してですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ピラルディ今の状態で高芽ができたら、この苔玉の方に長いバルブを回していただいて、で、苔玉の方に U ピンかなんかで刺してやると、またそこから出てくるから、またボリューム感も出ますんで、いろんな工夫ができると思います。それもですね、クルカル村の映像の方でまたこれからも紹介していきますんで、ぜひまたチェックしてみてください。手紙の中に書いてありましたことはですね、ちゃんと
伝えておきますんで、そこへもチェックしてみてください。はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。